キキの日本語ポッドキャスト。皆さんこんにちは。キキの日本語ポッドキャストのお時間です。このポッドキャストは日本語を勉強中の方や日本に興味がある方に向けたポッドキャストで、日本文化や日常生活、私の経験などを楽しく話すポッドキャストです。はい、ということでですね、やっと2回目のポッドキャストです。はい、まだ2回目なんですけど、1回目のポッドキャストをやってからもう気づいたら1ヶ月経っちゃって、はい、びっくりしてます。いやあっという間でしたね、11月と12月は。はい、皆さんは何をしてましたか？私はもうただ大学の課題に追われていました。なんかもう毎日ちょっとずつやってて、学校が終わったらもう疲れて何もポッドキャストとかできなくて、はい、気づいたらもう12月でした。ということで今日は12月なので、もうちょっとでねクリスマスってことで、日本のクリスマスについて話そうかなって思います。私は私の実家はだいたい24日の夜にいつもより豪華なご飯を食べて、それで25日の朝にサンタさんがプレゼントを玄関に置いてくれるから、それを開けて楽しむっていう感じのクリスマスでした。はい、クリスマスっていうとチキンのイメージなんですよ。個人的にめちゃくちゃ鶏肉っていうイメージなんだけど、なんか私の実家はピザでした。なんでやねんって感じなんだけど、だいたい24日の夜はピザを食べて、それでみんなでなんか人生ゲームとかのゲームをやって、夜サンタさんが来るから寝て、朝にサンタさんがプレゼントを玄関に置いてくれてるっていうクリスマスでした。はい。皆さんは何歳までサンタさんを信じてましたか？私は結構信じてて、今考えたらちょっとめっちゃ純粋だったなって思うんだけど、高校2年か高校3年生までサンタさんがいるってガチで信じてました。いや本当に今考えたらもうみたいな、いや純粋すぎやんって感じなんだけど、マジで信じてて、ほんまにサンタさんが夜空に乗って、空じゃない空でソリに乗ってトナカイ引き連れてプレゼント運んで、家の煙突からプレゼントを落とすっていうのをマジで信じてたんですけど、でも今考えたら、いや私の家煙突ないやんって思うんだけど、煙突ないよっていうか、日本ほぼ家煙突ないから、いやサンタさん煙突からねプレゼント落とすって無理やんって感じなんだけど、マジで信じてた。いやーおもろいなこれで。だいたい夜にサンタさんが来るから、それを見たくて、だからその夜まで起きとくみたいなのを子供の時にやろうと思ったんですけど、大体寝ちゃうの、もう忘れちゃう。なんか前日とかまで友達と一緒に今年こそはサンタさんを発見するぞって感じで、もう今日は夜まで起きとくわ、サンタさんが来るまで起きとくわって感じの言って、夜はもうピザ食べてもうお腹いっぱいになってもう寝るの、忘れちゃうサンタさんの存在で。朝になって、あ、サンタさんがプレゼントを今年も置いてくれてる、イエーイみたいな感じでした。はい。でサンタさんがその来るから、サンタさんいつもお仕事ありがとうって感じで、ピザの残りとあったかいココアを玄関に置いてた。サンタさん食べてねって。で朝になったら、空っぽになってんの、お皿とコップが。だから、あ、サンタさん食べてくれたんだって思ってたんだけど、誰が食べたんだろうね、あのピザとココアは。親だろうな。はい、マジで
正直めっちゃ衝撃でした。親って知った時っていうか、なんかやっぱ大学1年の時は一人暮らしだから、まあ来ないじゃんサンタさんなんて。でも、あ、やっぱ親だったんやみたいな、うすうすは気づいてたの、親がサンタさんだって。でも高校まではマジで純粋すぎて、いや、いるでしょ絶対サンタさんって思ってて、うん。でやっぱうすうすは感じてた。もしかして親なのかなって思って、はい、親でした。大学生だって誰も来ないよ。サンタさん来ないじゃん。ってなって、あ、やっぱ親か。なんだ。ってなりました。はい。で、そう、サンタさんに手紙を書いて、このプレゼントが欲しいですって書いて、玄関に貼ってた子供の時。でも、一回もサンタさんがそのプレゼントをくれたことがなくて、ちゃんとなんかこれが欲しいですって、このゲームこのゲームこのゲーム欲しいからいい子にしてたから、今年もこのプレゼントくださいちゃんと書くんよ。手紙書いて玄関に貼るの。なのに一回もそのプレゼントが来たことがない。なんかもう、いやせっかく書いたのになんて思ってたんですけど、友達はだいたいちゃんと手紙に書いたものが来てたのね。だから、なんで私のうちのサンタさんだけ全然手紙に書いてないものをくれるんやろって、まあ思ってたんですけど、いやそうだよね。子供がせっかくこれが欲しいって手紙に書いてるのにそれじゃないものをくれるって、ちょっと変わってるサンタさんでしたね。でも私は何にもあんま悲しくなくて、その違うものが来てもあ、サンタさん違うもの違うもの来たけどまあいいかみたいなまあ結構、やっぱ自分が欲しいって思ってたものじゃないものが来ても、まあ、プレゼントもらえるって嬉しいじゃん。子供の時は嬉しかったから、まあいいやって感じだったんですけど、何が来てたんだろう。だいたい服とかお菓子とかが小学校高学年の時で、低学年の時はなんかおもちゃ、もうおもちゃが来てましたね。なんかね、家で毛糸で服っていうか、ちょっとマフラーとか作れるおもちゃとかが、あと手品セット、マジシャンのセットとかが来てました。うん。まあ今思ったらどうやって選んだんやろって思うんだけど、だっておもちゃに行ったらさ、おもちゃってめっちゃあるやん。めっちゃある中で子供が欲しそうなものをランダムに買ったってことでしょ。なんか変なのって。だってめっちゃいっぱいあってさ、どうやってその子が欲しそうなものを買うんやろって思うんですけど、なんか、うん、変わったサンタさんでしたね。そうね。あとね、妹がいるから、だいたい2個同じものを買ってっていうか、サンタさんがくれてました。まあそうだよね。やっぱ違うものが来たらさ、喧嘩しちゃうじゃん。子供って姉妹喧嘩しちゃうから、2個同じものを買ってくれてたんだろうなって思って、まあそうだよねって思うけど、私が子供の時にそりゃまあ同じものになって喧嘩するだろうけど、私が子供の時にもし違うものが来たとしても、2人で一緒に遊んだらどっちみち一緒じゃん。その手品セット2個も同じのいらなくないって今だったらめっちゃ思う。だって2個同じものあったらさ、思んないって今だったらそう思っちゃう。だって2個違うおもちゃがあったら、私が最初にこれ遊んで次はこっちで遊ぶから、交換したら2回違う遊びできるのに、2個同じものあったらさ、同じやんって今考えたら思っちゃうんですけど、まあ子供の時ってそんな風に考えれないから喧嘩しちゃうんだろうなって思って、まあ微笑ましいエピソードって感じですね。
はい。で、ポッドキャストをやっててって言ってもね、まだ2回目で、ほぼ再生数とかないからめっちゃ適当に楽しく喋ってるんですけど、やっぱり日本語のポッドキャストをしようって思った時に、いろんな YouTube のポッドキャストとか聞いて、いろんな方が日本語のポッドキャスト結構もうやってるじゃん。あと日本語を勉強している方へ向けたものじゃなくて、普通に日本人に向けた楽しい日本語のポッドキャストとかもいっぱいあって、それで何個か聞いたんだけど、いやみんなすごすぎるってマジで思いました。なんか聞いててちゃんと面白いポッドキャストすごいなって思って、いろんな形式があるけど、2人で対話形式のポッドキャストとか1人でずっと喋ってるポッドキャストとかもあるけど、ちゃんと面白いポッドキャストは全部面白いじゃん。もうこっちが聞いてて一緒につられ笑いするぐらい面白いポッドキャストもあれば、あんまり面白くないポッドキャストもそりゃいろいろあるんだけど、でもみんなすごいなって思って。だって私実はこのクリスマスについて話すポッドキャスト2回目なんですよ、撮るの。1回目昨日撮ったんだけど、撮った後は自己満足してるの。よし、2回目のポッドキャストもちゃんと撮れていいぞって思って自分で聞いてみたら全然思んなくて、マジで私トークスキル全然ないじゃんって思うぐらい思んなかったんで、これ実は2回目です。はい。1回目よりはマシだと思うんだけど、私のトークスキルはもしかしたらめっちゃ楽しくない部類のポッドキャストなのかもしれない。まだ全然トークスキルがないです、多分。はい。これからちょっともうちょっと楽しく話せるように頑張りますので、はい。ということで以上です。今回は日本のクリスマスについてで、日本のクリスマスっていうか私の実家のクリスマスについて喋りました。はい。あと、今年のクリスマスまで10日ですね。マジで。サンタさん、来てほしいわ。ってことで、以上です。次回も楽しみにしててください。じゃあねー。